こんにちは。TK キャンプです。今回は特別編、ビビ泊についてちょっとお話ししたいと思います。もうキャンプもですね、もうだいぶブームが続いて、結構いろんなところで終焉が騒がれてるわけですけども、やっぱりいろんなギアが出ましたよね。で、やっぱりいろんなギアを試して、すごい逆にもう、なんか分かってきたなと、ちょっと飽きてきちゃったなっていう人も実際いると思います。で、その中で僕がぜひおすすめしたいのが、ビビ泊なんですよね。飽きてきたなって思う方々に対してぜひお勧めしたい新しいキャンプスタイルというか、昔からあったんですけど、なかなか皆さんにとっては斬新な、キャンプの過ごし方になるんじゃないかなと思います。で、そもそもビビーって何かなっていうことなんですけど、今3つ置いてるんですけど、これがサマヤのナノビビーですね。で、こっちがアウトドアリサーチのバグビビー。こっちがローカスギアのビビーになってます。それぞれちょっとビビーの形が違うんですけど、わかりやすく言うと、大きなシュラフカバーみたいなものと思っていただけるとわかりやすいんじゃないかなと思います。ですので、ある意味寝袋みたいな形だけで、もう外で眠るという、すごくサバイバルな感じの、テント泊というか、宿泊のスタイルになります。もう本当にですね、外と、自然との、このテントの境界線が曖昧になるので、今までのキャンプ経験とは全く違う経験ができて、すごく僕的にはお勧めしたいなと思います。で、実際に僕が使ってきた様子とか、ちょっと動画で、写真とかでお見せしたいなと思うんですけど、こんな感じでですね、もう全然そのまま地面に寝たりとかするんですよね。で、寒くないんですかとかって言われるんですけど、気温はもう変わんないです。むしろあったかいぐらいなんですよね。で、もう究極なんですけど、今からちょっと極端なことを話すと、もうどれだけ大きいテントであっても、寒い時期とか皆さんシュラフの中に入り込んで寝たりするじゃないですか。だから、ある意味目をつぶってしまえば、同じ寝袋の中で、あともう耳栓をして音が聞こえなくなったら、もう寝た時に大きさってもう関係ないです。はい、それがもう僕の考えですね。なので、もうこのビビー泊をすることによって、ちょっと今までにはなかった経験を味わえると思いますし、一度ビビーで眠ることができると、もっともっと自分がレベルアップしてですね、テントに対しての、眠る、力がすごいついたりするので、すごく気楽に捉えられるようになりますね。でもビビーで眠れるっていう安心感があったらですね、もう本当に準備設営とかも超簡単なので、もうさっと設営して、さっと帰るってこともできますので、すごく、めんどくささとかもなくなりますし、一番キャンプで泊まる最小限の形なので、こんな形でもキャンプってできるんだって思うと、まだまだちょっといろんな風に楽しんでいけるんじゃないかなと思います。で逆にビビー泊すると、やっぱり快適なテント泊とかもしたくなったりするので、本当にこの極限のビビー泊っていうのを一度皆さんに体験していただきたいなと思ってですね、今回ちょっと動画を作ってみました。で、ビビーハックのメリットは、それ以外にもですね、やっぱりすごく自然との境界線が身近に感じられるので、すごく今までとは違う視点で、キャンプ場とかも見れると思います。どういうことかというと、そのまま横に寝っ転がったりするので、青空を見るんですよね。で、テントで眠ることで自分のその上空を見る景色ってないじゃないですか。寝っ転ぶことってなかなかないと思うんですね。もう外にコットを置いて夜空とか空を見上げたら見れると思うんですけど、よほど真上を見る機会ってないと思うんですけど、すごくその景色って綺麗なんですよ。夜だと星空が輝いてたりとか、夕焼けとか、その青空とかをですね、見上げる景色ってすごい綺麗なんですよね。なので、ビビに関してはもう上空も何もなかったりするので、そういう意味では、すごい景色を楽しんで眠ることができますし、本当になかなかない体験だと思うんですね。で、もちろん一番最初にいきなりビビだけってなると不安もいっぱいだと思うので、最初はタープと一緒に使っていくと
いうことがおすすめかなと思いますね。うん。それともう荷物もだいぶ減らせるので、行けるキャンプ場のそのフィールドの幅っていうのも広がるんじゃないかなと思います。で、ちなみに結構タープと推奨されているのが、このローカスギアっていうメーカーから出てる、ビビになりますね。こちらは顔がメッシュにすることができるので、比較的一番受け入れやすい形になるんじゃないかなと思います。なので、タープ泊プラス、ビビサックっていう感じですね。うん。というような感じになります。するとですね、比較的虫とかも、くるまってしまえばそんなに影響ないですし、とてもですね、タープ泊の可能性も広がりますので、ぜひ、ここから試していただけるといいんじゃないかなとは思いますね。もう単純に言えば大きいシュラフカバーみたいなものですね。で、それでもちょっと寝袋感でいきなり外で寝るのに抵抗がある方は、アウトドアリサーチっていうところがおすすめかなと思いますね。アウトドアリサーチのブランドに関しては、結構こういうビビースタイルのものをいっぱい出してるんですよ。で、僕のはこれ蚊帳をメインとしたバグビビーっていうものなんですけど、あの、全天候型というか、完全防水のビビーとかも出てるんですよ。そしたらもう雨が降っててもそこにくるまっちゃえば大丈夫みたいなビビーも出てるんですね。一見狭そうに見えるんですけど、ポールとかがついてるので、テントと一緒なんですよね。ちゃんと、寝ながらスマホとかが見れるように、内部空間とかが保たれているビビーなので、もしビビーに興味がある方は、アウトドアリサーチで、調べるっていうのも一つありだと思います。もう通常のテントとそんなに変わらない、テントスペックなんですよね。で、突き詰めていくと、僕のこのサマヤのナノビピーとかになってくると思います。これめちゃめちゃ軽いんですよね。250g 切ってるんです。で、これはもう顔のメッシュ機構とかもないので、いろいろ工夫が必要なんですけど、絞ってですね、顔のところに絞りがあるので、絞ってこう寝たりして、使ってたりします。でもこれが一番コンパクトで軽くて、フロアも丈夫なので、日本一周の時にはとにかく重宝しましたね。テントのポールとか折れちゃって、テント設営できない時も、これがあるから寝れるっていう安心感がありましたので、これもすっごいいいビビになってますね。ちょっと高額なんですけど。なので、ぜひですね、ビビ泊を皆さんにね、お勧めしていきたいなと思って動画を回しました。逆に、冬キャンプとか、もうビビ泊ができれば一気に冬キャンプしやすくなると思うんですよね。冬キャンプやったことないけど興味がある人っていう中で、もし今のスタイルの中でビビ泊することができたら、ものすごいバックパックの容量を減らせますので、一回ですね、このビビっていうのを、騙されたと思って一回試していただきたいと思います。でもちろん、一回で全部こう気持ちよく眠れるっていうことないと思うんですけど、この朝目覚めた時の逆に、この静けさの森の中で自分がすっとこう目覚める感じとか、こう、全くないこう体験ができると思いますので、ぜひやってみたいな、やってみていただきたいなと思います。もちろんその女性お一人とかだと、防犯とかいろいろあると思いますので、グループキャンプとかでビビーとか、なんかそんなされても面白いかもしれないですよね。僕もぜひソログルとかでビビーイベントとかぜひやってみたいなとか思ってます。そもそもビビーって山から来てるんですよね。山の、方々が、テントとか建てるのやっぱりすごい時間かかったりするので、軽量にしたいという、UL ということですよね。で、さっとこう広げて、さっと眠って、次朝早くから行動するっていう、いわゆるもう、ザ快適みたいなのを捨ててるんですよね。もう眠れて起きれたらいいよね、みたいなところなので、快眠っていうのはその期待せずに、このサバイバル的な形をぜひ、体験していただきたいなということで、今回ビビーのちょっとおすすめということでした。はい。一度本当にこのビビーの楽しさを味わっていただけると、たまにやってみたくなる病みつき度は、すごくありますので、ぜひこのビビー試していただきたいと思います。で、今回せっかくの機会なので、僕は、実際使ったことがないビビーのブランドとかも紹介していきますので、
ぜひ何かこれで一つでも気になったものがあればいいんじゃないかなと思います。で、繰り返しになるんですけど、最初はタープと一緒に使ってみたりとか、あとはこのアウトドアリサーチのバグビビーじゃない、完全防水のビビーとかで、ビビー体験っていうのをですね、ぜひスタートしてみていただけたらと思います。はい。その中でですね、今回のビビーのおすすめでした。今回の動画が少しでもちょっと楽しそうだなと思っていただきましたら大変お手数かと思いますが、チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますと大変幸いでございます。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。